2006年8月25日深夜、福岡市の海の中道大橋で飲酒運転の車が一家5人を乗せた車に追突し、4歳、3歳、1歳の幼い3人の命を奪ったのだ。それが福岡海の中道大橋飲酒運転事故ね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件は日本の飲酒運転厳罰化の大きな転換点となった事件なのだ。幼い3人の子供が犠牲になったのよね。胸が痛くなるわ。加害者の今林大は当時22歳の福岡市職員で、焼酎のロックを8、9杯煽った状態で車を運転していたのだ。それだけ飲んでハンドルを握るなんて信じられないわ。危険運転致死傷罪が適用されるかどうかをめぐって1審と2審で判断が分かれ、最高裁まで争われた事件でもあるのだ。同じ事件なのに裁判所によって罪名が変わったということ？そうなのだ。そして事故後に今林が取った行動にも見過ごせない疑問が残っているのだ。証拠隠滅のことかしら。許せないわよね。後半では僕止めたんで、なぜこれほどの飲酒量で危険性を認識できなかったのか、そして証拠隠滅の背景に何があったのかについて深く考えていくのだ。事実の積み重ねから見えてくるものがあるはずよ。一緒に考えていきましょう。遺族の大沼香織さんは今も飲酒運転撲滅の活動を続けているのだ。その思いも受け止めながら見てほしいのだ。亡くなった3人の子供たちのためにもしっかり向き合いたいわ。楽しんでほしいのだ。最後まで見ていってね。2006年8月25日の深夜、福岡市東区の海の中道大橋で1台の車が橋の欄干を越えて海へ消えていったのだ。橋から海に落ちたの？橋の高さは海面からおよそ14メートルあったのだ。その真下の博多湾に乗用車が水没していったのだ。14メートルって4階建てのビルくらいの高さよね。そんな場所に車が落ちたなんて。最初に異変に気づいたのは橋の近くを走っていた別の車のドライバーだったと伝えられているのだ。その人が第一発見者なの？深夜の橋の上で突然目の前に広がった衝突の光景と車が欄干を突き破って消えていく様子を目撃したのだ。深夜の橋の上でそんな光景を見てしまったなんてすぐに通報したのかしら？目撃者はすぐに車を止め119番と110番に通報したのだ。通報は深夜0時過ぎ、午前0時13分頃のことだったと報じられているのだ。とても素早い通報ね。でも海の中に落ちてしまったなら救助はすぐには難しかったんじゃないかしら？そうなのだ。ここで一つこの事件の核心にある問いを置いておきたいのだ。追突した車のドライバーは被害者を救助しようとしたのか、それとも逃げたのかなのだ。どういうこと？追突した側の話が出てくるの？それは後ほど詳しく話すのだ。まずは被害者一家のことを知ってほしいのだ。そうね。亡くなった3人の子供たちのことをちゃんと伝えてあげたいわ。被害を受けたのは大沼哲夫さんと妻の香織さん、そして3人の幼い子供たちだったのだ。家族5人で乗っていたのね。長男のひろあきくんは当時4歳、次男の道明くんは3歳、長女のさあやちゃんはまだ1歳だったのだ。1歳の赤ちゃんまで言葉が出ないわ。哲夫さんは当時38歳で地元の企業に勤める働き盛りの父親だったのだ。香織さんは専業主婦として3人の子供たちを育てていたと伝えられているのだ。ごく普通の幸せな家族ね。事故が起きた夜、一家は夏の家族サービスで福岡市東区方面へ出かけ、帰路についていたと報じられているのだ。夏の夜のドライブ帰りだったのね。子供たちはもう眠っていたかもしれないわ。深夜の橋の上、子供たちはチャイルドシートに座り、車内で静かに眠っていたと伝えられているのだ。その瞬間まで本当に何の変わりもない家族の帰り道だったのね。海の中道大橋は福岡市東区の和白と海の中道を結ぶ橋で、片側1車線の比較的細い道路が続く構造になっているのだ。橋の上って逃げ場がないわよね。橋の全長はおよそ 1km、制限速度は時速50キロに設定されていたのだ。深夜は交通量も少なく、見通しの良い直線が続いていたのだ。見通しが良いのに事故が起きたの？それ自体がおかしいわよね。そこがこの事件の核心にある疑問なのだ。では事故の経緯を詳しく見ていきたいのだ。お願いするわ。この後事態は急転するのだ。深夜0時過ぎ、大沼一家の乗る車は海の中道大橋をゆっくりと走っていたのだ。そこへ後方から1台の車が猛スピードで接近してきたのだ。速度は後の鑑定で時速約100キロだったと認定されているのだ。制限速度の2倍の速さで迫るその車のライトが大沼和也の車の後方を照らしたのだ。切な激しい衝突音が深夜の橋に響き渡ったのだ。追突の衝撃は凄まじく、大沼和也の車はそのまま前方へ弾き飛ばされたのだ。車は橋の欄干に激突し、コンクリートの手すりをなぎ倒しながら橋の外へ突き出ていったのだ。そして14メートル下の博多湾の海面へ、
ほぼ垂直に近い角度で落下していったのだ。暗い水面に激突した車はみるみるうちに海中へ沈んでいったのだ。子供たちの泣き声が上がる間もなかったと後の証言にあるのだ。言葉が出てこないわ。通報を受けた海上保安庁や消防の救助隊が現場に到着したのは通報からおよそ30分ものことだったと報じられているのだ。30分、水の中に沈んでいた子供たちのことを思うと胸が引き裂かれる思いがするわ。ダイバーたちが懸命に車内に手を伸ばし、哲夫さんと香織さんは意識を失いながらも引き上げられたのだ。子供たちは長男のひろあきくん、次男ののりあきくん、長女のさあやちゃんの3人はチャイルドシートに固定されたまま車内で発見されたのだ。3人ともすでに心肺停止の状態だったのだ。チャイルドシートに守られながら助けが届かなかったのね。病院に搬送された3人は懸命の蘇生処置を受けたが、翌朝までに全員の死亡が確認されたのだ。4歳、3歳、1歳の3人の命がこの夜に奪われてしまったのね。ここで注目すべきことがあるのだ。追突した車のドライバーはこの衝突の後どこにいたと思うのだ？その場にいなかったの？追突後、加害者の車は大きく損傷していたにもかかわらず、ドライバーはその場から車を離れようとしたのだ。被害者が海に落ちたのに逃げようとしたの？許せないわよ。目撃者の通報で駆けつけた警察官が加害者の車を発見したのは事故現場からわずか数十メートルの場所だったと伝えられているのだ。逃げきれなかったのね。そのドライバーが当時22歳の福岡市職員今林勝だったのだ。22歳の市の職員が深夜に飲酒運転をしていたということ？そうなのだ。警察官が今林に近づくと強いアルコールの匂いがしたと伝えられているのだ。立つのもやっとの状態だったと語る警察官もいたのだ。それだけ酔っているのに運転していたなんてありえないわよ。現場で行われた飲酒検知の結果、今林の呼気からは基準値を大幅に超えるアルコールが検出されたのだ。大幅に超えるってどれくらい飲んでいたの？後の裁判で明らかになったところによると、今林は事故前に焼酎のロックを8杯から9杯、さらにブランデーなども飲んでいたと認定されているのだ。8杯から9杯の焼酎に加えてブランデーまで、それで運転したなんてもはや事故じゃなくて暴挙よ。しかし逮捕直後の段階ではこの事件は当初飲酒運転による交通事故として処理されていたのだ。危険運転ではなく事故扱いだったの？そこに大きな問題があったのだ。適用する罪名をめぐって捜査当局と遺族の間で深刻な対立が生じることになるのだ。事故発生から数時間後、今林は警察の取り調べを受けたのだ。しかしその場での態度が後に大きな問題として浮かび上がることになるのだ。取り調べの態度に問題があったの？今林は事故直後、追突した記憶がない、どうして事故が起きたのかわからないと供述したと伝えられているのだ。しかし現場に駆けつけた警察官は今林が明らかに酔っている状態だったと証言しているのだ。現場の警察官は目の当たりにしているのに記憶がないなんて通じないわよね。さらに問題だったのは事故直後の今林の行動なのだ。車が海に転落した後、今林は被害者を救えようとする素振りをほとんど見せなかったと報じられているのだ。子供たちが水に沈んでいるのに？現場の目撃者によると今林は橋の上でうずくまるような状態で発見されたそうなのだ。そして警察が到着した時、彼の口からはまだ強いアルコールの匂いがしていたと捜査関係者は後に語っているのだ。現行犯に近い状況なのにそれでも最初は業務上過失扱いだったなんてありえないわ。ここで証拠隠滅の問題にも触れなければならないのだ。今林は事故後、知人に頼んで水を飲ませてもらっていたと後の裁判で明らかになっているのだ。水を飲んだ？それはどういうことなの？呼気や血液中のアルコール濃度を薄めようとした行為だと指摘されているのだ。検知の数値を少しでも下げることで飲酒運転の程度を軽く見せようとした可能性が高いのだ。証拠を意図的に薄めようとしていたということね。それは隠滅そのものじゃないの？実際に裁判ではこの水を飲ませた知人が損害賠償の被告にもなっているのだ。ただし裁判所はこの知人への賠償請求については認めないという判断を下しているのだ。水を飲ませた人まで訴えられたのね。それでも認められなかったの？法的な因果関係の証明が難しかったとされているのだ。しかしこの一連の行動が今林に証拠を隠滅しようとする意思があったことを示す重要な事実として裁判の中で繰り返し取り上げられることになるのだ。反省どころか自分を守ることしか考えていなかったということね。この後事態は急転するのだ。事故から数日後、被害者の父大沼哲夫さんは報道陣の前に立ち震える声で語り始めたのだ。なぜ飲酒運転をした人間が危険運転で裁かれないのか。その言葉は全国に響き渡ったのだ。当時適用されていたのは業務上過失致死傷罪、最高刑は懲役5年という罰則だったのだ。3人の子供の命が奪われたにもかかわらず、その法律では最大でも5年しか問えなかったのだ。大沼さんは遺族として危険運転致死傷罪の適用を求める署名活動を始めたのだ。深夜
パソコンに向かいながら一人で文章を打ち続けていたと伝えられているのだ。その署名はわずか数ヶ月で100万人を超える規模に膨れ上がったのだ。日本中の人間がこの理不尽な法の壁に怒りを覚えていたのだ。その怒りを受け、福岡高裁は一審の判断を覆すことになるのだ。二審において初めて危険運転致死傷罪が適用され、懲役20年という判決が言い渡されたのだ。父親が一人で立ち上がって司法を動かしたのね。一審の判決は2008年1月に下されたのだ。福岡地裁は漫然と脇見運転をしたことが事故の原因であり、高度に酩酊した状態ではなかったとして業務上過失致死傷罪を適用し、懲役7年6ヶ月という判決を出したのだ。3人の子供を死なせてわずか7年6ヶ月なの？遺族にとってはおよそ受け入れられる判決ではなかったのだ。検察側も即座に控訴し、2審では争点が改めて危険運転致死傷罪を適用できるかどうかに絞られることになったのだ。1審と2審で判断は真っ二つに分かれたのね。2009年5月の2審、福岡高裁は現場の橋に勾配があることに注目したのだ。坂道のある構造上、長時間にわたって前方を見ずに運転することは物理的に不可能だと指摘したのだ。現場の構造が判決を変えたということ？そうなのだ。高裁は前方に視線を向けながら被害車両を認識できなかったのは飲酒の影響以外に考えられないと判断し、危険運転致死傷罪を認定して懲役20年を言い渡したのだ。現場をちゃんと見れば脇見運転では説明がつかないって分かったのね。今林側はさらに最高裁に上告したのだ。そして2011年10月31日、最高裁第三小法廷は上告を棄却する決定を下したのだ。最終的に最高裁も危険運転を認めたのね。最高裁はこの判決の中で危険運転致死傷罪の適用基準について初めての判断を示したのだ。アルコールの影響で前方を中止し危険に対処できない状態も含まれるという重要な基準を打ち立てたのだ。この事件が法律の解釈そのものを更新したということね。最高裁は今林が事故前に焼酎のロック8杯から9杯とブランデーを飲み、現場に駆けつけた警察官もその酔いを確認していた点を重視したのだ。また制限時速50キロの道路を約100キロで走りながら衝突の約8秒前から被害車両に気づかなかった点を異常と断じたのだ。8秒間も前の車に気づかないなんて正常な運転状態じゃないのは誰が見てもわかるわ。こうして懲役20年が確定したのだ。しかし法廷の戦いはそれで終わりではなかったのだ。遺族はその後民事の損害賠償訴訟も起こしたのだ。刑事裁判とは別に民事でも争ったのね。2012年10月、約3億5,000万円の損害賠償訴訟は和解が成立し、今林側が謝罪と賠償を行うことで決着したと報じられているのだ。お金で解決できるものではないけれど、それでも遺族が長い戦いを続けたのね。遺族の母大沼香織さんは裁判に区切りがついた後、長い間河の場から姿を消していたのだ。重度のうつ病に苦しめられ、かつての友人とも会えない日々が続いたと後に本人が語っているのだ。3人の子供を一度に奪われて生き続けること自体がどれほど苦しかったか。香織さんは生きていくこともとても苦しかったと講演で明かしているのだ。事故後に4人の子供が生まれたが、その子供たちに亡くなった3人の悲しみを背負わせないよう育てることが長い間彼女を支えた原動力だったと伝えられているのだ。新しい命を守ることが生きる理由になったのね。2025年、香織さんは約12年に及ぶ沈黙を破り講演活動を本格的に開始したのだ。博多高校での初講演では1万人規模の聴衆の前で自らの体験を包み隠さず語ったと報じられているのだ。1万人の前で話したの？それは相当な勇気が必要だったはずよ。香織さんの長女愛子さんも誰よりも暗闇を知っている母だから伝えられる言葉があると語っているのだ。事故後に生まれた子供たちが亡くなった3人の兄弟の存在を知りながら共に生きているのだ。家族みんなで失われた3人の命を語り継いでいるのね。この事件は日本の飲酒運転に関する法制度を大きく変える契機となったのだ。2007年には道路交通法が改正され、飲酒運転に対する罰則が大幅に強化されたのだ。一つの事件が法律そのものを変えたのね。現在の公式な見解としては、今林大は危険運転致死傷罪及び道路交通法違反により懲役20年が確定し、現在も服役中であるというのが法的な結論なのだ。2026年4月時点で服役20年目を迎えているとされているのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず僕が一番気になるのは、この出来事をただの事故と片付けることができるのかという点なのだ。事故じゃないっていうこと？飲酒運転で追突したのは間違いないんじゃないの？もちろん飲酒運転による追突という事実は揺るがないのだ。ただ僕が問題にしたいのは意図性があったかどうかではなく、
これだけの惨事が起きるまで誰も止められなかったのかという構造的な問いなのだ。確かに個人の犯罪として終わらせていいのかという問題があるわよね。まず証拠隠滅の動きを整理したいのだ。今林は事故後、警察が到着する前に車外に出てその場でうがいをしていたと報告されているのだ。うがいをしていたってこと？口の中のアルコール濃度を下げようとしたってことよね。それって明らかに意図的な行動じゃないの？そうなのだ。あれだけの衝突事故の直後に自分が助かるために証拠を消そうとした行動と見るのが自然なのだ。車が海に沈んでいく状況を目の前にしながらも自分への法的制裁を意識していたということになるのだ。子供たちが海の中にいるのに自分の保身を優先したなんて許せないわ。この行動が示すのは今林が事故直後に自分の飲酒状態を十分に意識していたという点なのだ。酔っていて意識が朦朧としていたという弁護側の主張と証拠隠滅の行動は根本的に矛盾していると僕は思うのだ。酔って正常な判断ができなかったと言いながら証拠隠滅はきちんとできていたってこと？まさにそこが確信なのだ。一審が高度に酩酊した状態ではなかったとして業務上過失致死傷罪にとどめたのはこの矛盾を十分に突き詰めなかったからではないかと僕は思うのだ。一審が軽い判断をしたこと自体おかしかったってことよね。次に不自然な点として挙げたいのが事故前の運転状況なのだ。今林は制限時速50キロの道路を約100キロで走り続けていたのだ。倍速よ。それだけ飛ばしていたら周囲の状況が全く見えていなかったってことじゃないの？しかも最高裁が認定したように事故直前の約8秒間被害車両に全く気づかなかったのだ。8秒というのは時速100キロで走れば200メートル以上進む時間なのだ。200メートルもの間前を見ていなかったってことよね。それはうっかりでは説明がつかないわ。一審の判断では脇見運転が原因とされたのだ。しかし現場の海の中道大橋には勾配があり長時間の脇見運転が物理的に不可能だという指摘を福岡高裁が示したのだ。坂道になっていたら前を向いていなければ運転自体できないわよね。だとすると前を向いていたのに被害車両が見えていなかったということになるのだ。これは脇見ではなくアルコールによって視覚的な認識能力そのものが失われていた状態だと僕は考えるのだ。でも今林側は飲酒の影響は軽微だったと主張していたんじゃないかしら。そうなのだ。弁護側は飲酒検知の数値をもとに微水かほろ酔い程度と主張したのだ。しかし今林が飲んだ量は焼酎のロックを8杯から9杯、それにブランデーまで加わっているのだ。8、9杯のロックに加えてブランデーまで飲んでほろ酔いなんてありえないわよ。しかも事故後に駆けつけた警察官が現場で酩酊状態を目視で確認しているのだ。最高裁もこの点を重視して相当の酩酊状態にあったことは明らかと認定したのだ。現場の警察官は見てわかるほどだったのね。それでも一審が軽い判断をしたのはなぜだったのかしら。ここが僕の最も気になる点なのだ。一審が業務上過失致死傷罪を選んだ背景として当時の日本の司法が飲酒運転を故意犯として捉える基準が曖昧だったという構造的問題があったと僕は思うのだ。基準が曖昧だったから同じ事実でも判断が分かれたということね。飲んでから運転するという行為自体がすでに故意なのだという論理が当時の司法では十分に確立されていなかったのだ。だからこそこの事件が危険運転致死傷罪の適用基準を最高裁が初めて明示するという歴史的な判断につながったのだと思うのだ。この事件が起きるまで飲酒運転に危険運転罪を使う基準がなかったなんて被害者家族にとってはあまりにも理不尽よね。そうなのだ。僕が事故か事件かという問いに戻ると今林の行為は単純な事故ではなく飲酒状態であると知りながらハンドルを握った時点で結果への無関心という意味での意図性があったのだと僕は思うのだ。飲むと分かって飲んで運転すると分かって運転したその時点でもう事故という言葉では足りないわよね。さらに証拠隠滅という行動がそこに加わることで今林には事故後も自己保身の判断能力が残っていたことが証明されているのだ。だとすれば運転前から何かあったら困るという認識があったと考えるのが自然なのだ。飲んで運転することのリスクを理解した上でやったってことよね。それはもう確信犯的な構造じゃないの。一方でメタンがでも別の見方もできるんじゃないかと思う部分はあるかのだ。そうね。今林が証拠隠滅をしたことは事実として重く見るべきだけど意図的に大沼一家を狙ったという意味での事件性はなかったわよね。ターゲットは誰でも構わなかったという点では事故の側面も完全には否定できないかしら。その点は僕も同意するのだ。誰を傷つけようとしたという個人への加害意思はなかったのだ。ただそのわけ飲酒運転という行為が誰かを確実に危険にさらすという社会への無差別な暴力だったと見ることができるのだ。特定の誰かを狙っていないからこそ社会全体への暴力だったってことよね。それも怖いわ。そして僕が最も強調したいのは証拠隠滅という行動が今林の道徳的な確信
を示しているという点なのだ。子供たちが海に沈んでいく現場で最初に取った行動がうがいだったという事実は彼の内面を雄弁に語っているのだ。その一点だけで全てが見えてくる気がするわ。僕はやっぱりこの事件は事故という言葉でくくることのできない社会への無自覚な暴力と証拠隠滅が重なった構造的犯罪だと思うのだ。飲酒運転を選んだ瞬間から悲劇の引き金はすでに引かれていたのだと断言したいのだ。私も同じ見方をしてるわ。ただそういう構造を生み出した社会の側の問題も同時に考えなければいけないと思うのよね。僕はここで改めて事故か事件かという問いに向き合いたいのだ。自己派の根拠として最もよく挙げられるのは今林が事前に大沼家を標的にしていたわけではないという点なのだ。確かに特定の被害者を狙ったわけではないというのは事実よね。でも僕はその論理に強く疑問を持つのだ。誰かを狙っていなかったという事実は事故だったという結論を導かないのだ。飲酒して車を走らせた瞬間から統計的に誰かを傷つける確率は跳ね上がっていたのだ。つまり被害者が誰であれ誰かが犠牲になる状況は最初から作り出されていたってことよね。その通りなのだ。そしてもう一つ、自己派が言う飲酒量は微水程度だったはずという主張についても考えたいのだ。一審の裁判官はこの見方を採用して業務上過失致死傷罪に止めたのだが最高裁はこれをはっきり否定したのだ。焼酎のロックを8、9杯に加えてブランデーまで飲んで微水なんてありえないわよ。全くその通りなのだ。最高裁は駆けつけた警察官が目視で確認できるほどの酩酊状態だったと認定しているのだ。制限速度50キロの道路を約100キロで走りながら8秒間も前方の車に気づかなかったというのは正常な判断能力が完全に失われていた証拠なのだ。8秒間も気づかなかったってことはほぼ意識が飛んでいたようなものよね。僕はそう解釈するのだ。そしてここが重要なのだが飲酒して運転するという行為を選んだ時点で今林はすでに他者の命を危険にさらすことを受け入れたと言えるのだ。無意識であってもその選択の中に暴力の種は埋め込まれていたのだと思うのだ。でも受け入れたという表現には少し疑問があるわ。本人が本当に危険性を自覚していたかどうかは証明できないんじゃないかしら。それはとても鋭い指摘なのだ。確かに今林が誰かを死なせてもいいと明確に思っていたかどうかは不明なのだ。でも僕は自覚の有無よりも結果の重大性に目を向けるべきだと思うのだ。自覚がなかったとしてもその行動が招いた結果は変わらないということよね。そうなのだ。さらに付け加えるなら証拠隠滅という事後の行動が全てを物語っているのだ。子供たちが海に沈んでいく現場でうがいをするという発想は助けを求めることよりも自己保身を優先した瞬間の判断なのだ。これは事故を起こしてしまった人間の行動ではないのだと思うのだ。本当にそうよ。事故を起こして動転している人間がまず取る行動は助けを呼ぶことのはずよね。僕が事件という言葉に近いと考えるもう一つの理由は飲酒運転が常習的な選択である可能性が高いという点なのだ。事故当日の飲酒量や深夜に酔った状態で車を走らせていた状況からはこれが初めての飲酒運転ではなかったと考えるのが自然だと思うのだ。確かにあの量を飲んで当たり前のように車のキーを手にするのは慣れがないとできないわね。その慣れこそが問題なのだ。一回一回の飲酒運転を今日も大丈夫だったと経験として積み重ねていくことでリスク感覚が完全に麻痺してしまうのだ。今林の場合もその典型だったと僕は考えるのだ。そう考えると社会や周囲の環境が彼のその習慣を見て見ぬふりをしていたとも言えないかしら。僕もそこが気になるのだ。今林は当時福岡市の職員だったのだ。職場での飲み会が事故当夜にあったかどうかは明らかにされていないが22歳の若者がそれほどの量を一人で飲んでいたとすれば普段からそうした習慣が根付いていたと見るべきなのだ。20代前半でそれだけ飲めるということは学生時代から続いてきた習慣かもしれないわね。僕はここで遺族大沼香織さんの存在にもう一度触れたいのだ。香織さんは事故後に重度のうつ病を患い12年以上も公の場に出られなかったのだ。それほどの苦しみを負わされながら2025年から講演活動を始めているのだ。12年間の沈黙の重さを思うと胸が締め付けられるわ。香織さん母方高校での講演で生きていくこともとても苦しかったと話しているのだ。それほどの言葉を人前で口にするまでにどれほどの時間と葛藤があったかを考えると今林の行動がいかに深く人生を破壊したかが改めてわかるのだ。亡くなった3人だけでなく生き残った家族の人生も根こそぎ奪われたのよね。そして香織さんが講演を始めた意味についても考えたいのだ。彼女が選んだのは怒りを訴えることではなく飲酒運転をなくすための啓発活動なのだ。この選択の背景には同じ悲劇を繰り返させたくないという強い意志があると思うのだ。被害者遺族がその経験を社会への継承として使うという姿は本当に尊いわよね。この事件が2007年の飲酒運転厳罰化に直結した事実も見逃せないのだ。同年の道路交通法改正では
飲酒運転の罰則が大幅に強化されただけでなく、同乗者や車両、種類の提供者にまで罰則が広がったのだ。一つの事故が法律そのものを変えたということよね。それだけの社会的インパクトがあったわけだわ。だからこそ僕はこの事件を不幸な交通事故として片付けることに強く抵抗を感じるのだ。制度を変え、遺族の人生を変え、社会の飲酒運転に対する意識を変えたこの出来事は、事故という言葉の重みをはるかに超えているのだと思うのだ。そういう観点で見ると、この事件を語り続けることそのものが社会への貢献になるわよね。全くそうなのだ。香織さんが事故後に授かった4人の子供たちにも触れたいのだ。一番上の愛子さんは今18歳で、母から事故の話を聞いたのは3年前のことだったそうなのだ。安藤を知っている母だからこそ伝えられる言葉があると語っているのだ。18歳の子がそんな言葉を言えるなんて、どれほど深く母親の苦しみを見てきたんだろうと思うわ。僕はここで最終的な見解を整理したいのだ。今林博の行為は事故という言葉で語られるべきではなく、飲酒という自発的選択による危険の喪失、証拠隠滅という意図的な自己保身、結果として3人の子供の命を奪った重大犯罪の3つが重なった構造的な事件だと僕は思うのだ。事故ではなく構造的な事件という整理は、私も同じ見方をしているわ。そしてこの構造を生んだのは今林一人ではないと僕は思うのだ。飲酒運転をバレなければいいと考えさせてきた社会の空気、厳罰化される以前の甘い法的基準、そして個人の危険行動を止められなかった周囲の存在、これらが複合的に絡み合っていたのだ。一人の人間の暴走ではなく、社会全体が許容し続けてきた結果だということよね。それはもっと強く問われるべきよ。僕はやっぱりこの事件は飲酒運転という選択が生んだ意図せざる殺傷行為であり、事後の証拠隠滅によって道徳的責任が確定した構造的犯罪だと断言したいのだ。偶然の事故という解釈は今林が下した判断の連鎖を無視することになるのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ、この事件をきっかけに法律は変わり、香織さんは今も声を上げ続けているという事実は、悲劇が完全に無駄になっていないという一点だけは救いとして見ていたいと思うわ。というわけで今回は2006年8月に福岡市の海の柔道大橋で起きた飲酒運転事故、そして日本の飲酒運転厳罰化の転換点となったこの事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて整理してみると、幼い3人の命が一瞬で奪われた事実の重さと、その後の証拠隠滅という行為の卑劣さが胸に刻まれるわ。仮説パートで話したように、これは社会全体の問題でもあると改めて感じたわ。法律が変わるきっかけになったとはいえ、代償があまりにも大きすぎるのよ。事故で命を奪われたひろあきくん、みちあきくん、さあやちゃん、3人のお子さんはそれぞれ4歳、3歳、1歳というまだ人生がこれから始まるはずの年齢だったのだ。そして母の香織さんは今も3人の思い出を胸に抱きながら飲酒運転撲滅の講演活動を続けているのだ。香織さんが長い沈黙を乗り越えて声を上げ続けている姿は、亡くなった3人へのせめてもの誓いなのだと思うわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。